よろしいですか。お願いします。まず冒頭5件申し上げさせていただきます。一つは、電話や情報通信機器を用いた診療について、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の方針にとって、初診からの対応を可能とすることにいたしました。多くの国民の皆さんに活用していただけるよう、専用の機器やアプリケーションがない場合であっても、電話があれば、医師の判断で診断や処方を受けられることとし、また薬についても、薬局の薬剤師が電話等により服薬指導をした上で、配送等により届けることができることとします。医療機関や薬局においてすぐにでも取り組んでいただけるよう、今日にでも具体的な通知を発出することにしております。具体的には週明けからこうした取り組みがスタートすることになります。ぜひお近くの医療機関、薬局にですね、そうした取り扱いがあるかないか、お聞きの上、ご利用いただければと思います。加えて国民や患者の利便の向上のため、こうした対応を行う医療機関を都道府県ごとに取りまとめて、公表していきたいというふうに思っております。都道府県や関係団体の協力を得ながら、できるだけ早期にお知らせできるよう準備を進めてまいります。2点目は、個人向け緊急告示資金等の特例貸付についてであります。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少等により、当面の生活費が必要な方に対して、全国の社会福祉協議会で個人向け緊急小口資金等の特例貸付を実施をしております。この度、この特例貸付に関する問い合わせを受け付けるための専用ダイヤルを設置をし、明日11日土曜日から開始をいたします。番号は0120-461999であります。土曜、日曜、祝日を含む朝の9時から夜の9時まで、21時まで、4月11日から運用を開始いたしますので、ぜひご利用いただきたいと思います。なお、4月4日時点の速報値ではありますが、緊急小口資金の申請件数は18,900件、決定件数は13,686件、決定金額は 22.7 億円で、平均すると1件あたり 16.6 万円となっております。支援が必要な方に対しては迅速な支援を行うようにしていくとともに、この制度についての周知をしっかりと図っていきたいと思っております。どうか、お地元の市町村の社会福祉協議会の方に、また、お問い合わせというか、そうした申請が必要な方は、出向いていただく、あるいは連絡を取っていただきたいというふうに思います。保育所の関係でありますが、新型コロナウイルス関連症について一部の地域で感染の拡大が見られる中、保育所の解消のためにご尽力いただいている現場の皆さんや、登園の自粛などにご協力をいただいている保護者の皆さんには、改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。4月7日の緊急事態宣言を受けて、地方自治体に対し保育所の対応に関する考え方をお示しをいたしました。市区町村によっては、もちろん感染の状況等も違うわけでありますけれども、対応にも差があるということから、改めて厚生労働省の考え方をお伝えしたいと思います。1点目としては、まずは仕事を休んで家にいることが可能な保護者の皆さんに対しては、園児の登園を控えるようお願いをするなど、保育の提供を縮小して解消することをご検討いただきたいと思います。2点目として、園児や職員が罹患した場合や地域で感染が著しく拡大している場合で、保育の提供を縮小してでも実施することが困難なときには、臨時休園をご検討いただきたいと思います。なお、この場合においても、医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方、一人親家庭などで仕事を休むことが困難な方などのお子さんの保育はぜひ確保していただきたいと思います。この3点について理解をいただくとともに、感染防止には最大限留意をし、必要な方に保育が提供されるよう対応いただきたいと思います。
なお、昨日も厚生労働省において、保育の確保が必要な対象者の考え方などについて、Q&A でお示しをするとともに、東京都においては市区町村に対して、都の考え方を文書で示されたと伺っておりますので、これらにも十分留意していただきたいと思います。4点目でありますけれども、雇用調整助成金の特例措置のさらなる拡大について、本日、省令の改正を行いました。主な内容は、4月1日から6月30日までの緊急対応期間内に事業主が休業等を実施した場合の助成率を最大で10分の9まで引き上げる、事業主が解雇等をしなかった場合には、中小企業は10分の9、大企業は4分の3ということであります。また、教育訓練の加算額の引き上げ、短時間一斉休業の要件を緩和をする、残業総裁制度を当面提唱するなどを行います。また、雇用保険の被保険者以外の方も、今回の休業助成の対象とするところであります。さらに、申請書類の簡素化も行うことにしております。申請書類に事業主が記載すべき事項は半減をするとともに、その記載内容についても、できる限りの簡略化を図りました。また、添付書類についても削減を図るほか、もうすでにある書類を使っていただくことを可能としております。こうしたことによって、事業主の皆さんのご負担もできる限り軽減を図ったところであります。こうした取り組みにより、原則からこれまでに2ヶ月ぐらいかかると言われていた申請から支給までの期間が1ヶ月となるよう取り組んでいきたいと思っております。事業主の方々には、こうした雇用調整助成金の特例措置を十分に活用していただき、従業員の雇用維持に最大限ご努力をいただきたいと思います。なお、私から改めて雇用維持や感染拡大防止に向けた取り組みについて、経済団体に要請を行う予定であり、それぞれの業を所管する関係大臣と連名で、あらゆる業界団体に対して雇用維持等の要請を行いたいと思います。また、都道府県労働局に対して、大量整理解雇等が行われる恐れがある事案を把握した場合には、引き続き適切に指導等を行うよう、改めて指示をしたところであります。最後でありますが、昨日、高原油在日中国大使が、橋本副大臣および自見政務官を表敬訪問し、両国の新型コロナウイルス対策などについて意見交換を行いました。その際、中国政府より日本政府に各種衛生用品、感染防護服が寄贈されました。具体的には、サージカルマスク、N95 マスク、防護服などであります。これらは在中国の邦人保護のためにチャーター機を派遣した際に、日本から中国側に寄贈した各種衛生用品、感染防護に対する、お返しという意味も含めて、贈呈されたのではないかと考えているところです。私の方からは以上になります。